今日は北京経由でね、ホーチミンを目指します。ベトナム。スーちゃんが一緒に行きます。ダウンチューブにひびが入ってた銀行で。自転車のカーボンフレーム補修のね、業者さんっていうか職人さんを見つけたんだけど、フェリー乗ります。やっと旅が始まった感じ。はい、皆さんおはようございます。今日はね、羽田空港第3ターミナルからとうとうね、この冬の東南アジアの旅に出発します。3回出発ロビー。今日は北京経由でね、ホーチミンを目指します。ベトナム。この冬のね、東南アジアの旅は今日1月2日出国で、なんとね、日本に帰ってくるのは3月20日の予定。長いよね。まずはベトナムに約1ヶ月。で、その後にタイにね、ホーチミンからチェンマイに移動して、去年も行ったチェンマイだね。で、チェンマイで2月4日から3月20日まで、19日までかな。約1ヶ月半っていう予定で、東南アジアをね、走りたいと思ってます。エアチャイナ北京。ここだと思います。はい、そしたら、荷物預けてチェックイン終わって、出国しました。今回俺一人じゃないんだ、実は。スーちゃんが一緒に行きます。とりあえず、ホーチミンスタート。まあ俺はもうそのままね、タイにずっと滞在するんだけど、スーちゃんは1月23に帰ります。今回はね、2人旅っていうことで、2年ぶりかな、ベトナム。まあスーちゃんもね、1回レースでビアセカップで2年前かな行ったことがあるから、新しい登りとの出会いを求めてアタックしていきたいと思います。では、一回ね、飛行機待ちたいと思います。登場します。さよなら、日本。また3ヶ月後。北京到着。まずは一回ここでトランジット。待ち時間は3時間ぐらいだったかな。まだ空が黄昏時だ。今ね、ちなみに北京はね、これ余裕で氷点下。建物の中なのに寒いっていう状況だけど、着いたらね、最高気温30度超える世界なんで。日本はなんかどうやら1月2日、雪降ってるらしいけど、東京。やばいですね。はい、常夏に行ってきます。イェイイェイイェイ。シンチャオ。シンチャオはベトナムでこんにちはです。1時間以上かかったね、イミグレ。疲れたわ、マジ。日本時間4時、ベトナム時間2時。休まないと死んじゃう、早くも。であとは、そうだね、自転車が無事届いてるか。倒れてる。あ、倒れてる。あった。転がってました。すごい嫌な倒れ方を。はい、2つとも転がってます。無事グラブも捕まえて、あとはホテルに乗ってれば着きます。はい、おはようございます。1月3日のもう朝っつってもね、9時過ぎ。座って文房具へ頼んでみる。はい。文房具へ。いや、僕は帰った。注文は通った。いくらかわかんないんで。いくらなんて言うんでしょうか。バオニューチェン。バオニューチェン。まずは野菜。これ適当にスープにぶち込むと思う。ここにライムとかも。xin chào。じゃあ、なんだっけ、カモン。いただきます。いただきます。優しい。文っていう米麺。コシが強いんだけど、日本でいうとなんだろう、盛岡冷麺みたいな感じにちょっと似てるかも。それほどコシは強くないけどね。文房フエの棒は牛肉だからめっちゃ牛肉いっぱい入ってる。野菜をいっぱいなんか適当に入れるんだよね。これなんだろう。柑橘の味を入れたり。野菜は火も通ってないから本当に葉っぱ食べてる。なんか動物になった気分。ライムは絞るといいから爽やかに。
Emoy. Emoy. Bound Kita City. 60.あ OK、60できた。まさかの英語で返答が来た。カモン2人で60。ウゴンウゴンはい、1食目は1人180円ぐらいで文房具で、もう牛肉めっちゃいっぱい入ってたからね。そしてね、朝10時ぐらいだけどめっちゃ暑い。暑いっすね。わかるかな？ダウンチューブにひびが入ってた、輪行で。今、カーボンフレームが折れて翌日の午前中なんだけど、まあ今、いくつかの案が浮上してて、一回帰国するっていうのは、もうだいぶ優先度としては低いとこまでは持ってこれてて、一つは、ホーチミンの、サイクリストの人に自転車を借りる。とりあえず。で、この後タイに行くから、タイには一回帰国するスズちゃんに、ハンドキャリーでフレームだけを持ってきてもらって、チェンマイの自転車屋さんで組み替えるっていう方法もあるから、1ヶ月自転車借りれれば、その自転車でこのベトナムは乗り切って、タイでキャニオンのアルティメットに乗り換えて、レース予定してるからレースに出るっていう方法が一つ。で、もう一つは、今ライカさんがね、連絡くれて、ダウンチューブの補修は可能だと、カーボンリペアで。から、一つは、ホームセンターに行って DIY の、材料を集めてきて、どうせ無理そうなら自分でカーボン補修チャレンジすればっていうのが一つ。ただ、ベトナムってあんまホームセンター見たことなくて、補修機材がしっかり手に入るかみたいなのはよくわかんない。ただね、そんな難しいことじゃないなら、今ホーチミンだから幸い、本当東京並みの大都市にいるから、自転車屋さんいっぱいあるんだよね。そしたらカーボン補修できるでしょっていう話で、自転車屋さん当たればどっかしらできるとこあるんじゃないかなと思ってて、これもね、幸い昔、エルドラードとかビクトワールで走ってたハビエルっていうスペイン人がいるんだけど、彼がね、一昨年ぐらいかな、選手引退してホーチミンで自転車屋さんやってんだよね。だから彼に聞いて、補修できるところ、さすがにね、初めて自分で DIY で補修したカーボンフレームで1ヶ月ベトナム乗るの怖すぎるから、直せるところに頼んでみるっていうのがもう一つ。これ結構いいんじゃないかなと思ってて、っていう2日目、だいぶ進んだ。昨日のね、バインミー買ってる時にクラックっていうか、ひびに気づいた時の、一瞬、ね、放心状態になったところからだいぶ進んできたっていうところかな。はい。続報、広報期待。はい、皆さんおはようございます。とうとうホーチミンの街を抜けます。で、自転車のカーボンフレーム補修のね、業者さんっていうか職人さんを見つけたんだけど、ものすごいバイクだね。さすがホーチミン。ホーチミンの朝の通勤はこんな感じだわ。で、今日はその職人さんが住むブンタウっていう街に移動するんだけど、ホーチミンからブンタウまでフェリーが出てて、まずはそのフェリーターミナルまで徒歩3キロぐらい歩いて、ちょっとフレーム怖いからね、乗るのやめとこうかなと思って、俺は歩いて行くことにします。で、フェリーに2時間乗って高速船らしいんだけど、で、そのブンタウっていう街に着いてから、職人さんのね、工場までは40キロも離れてて、ちょっと行くのが無理なんだけど、ブンタウの港町に元自転車選手の方が住んでるらしくて、彼のところを訪ねれば、いろいろコーディネートしてくれるっていうことで、なんとかなるだろうっていうことで、ホーチミン出ます。まずはフェリー乗り場まで。これでね、自転車直ってくれるといいんだけど。このでっかい川をね、フェリーがスタートして、目的地のブンタウは河口の町。つまり今日乗るフェリーは川を行くってことだね。ホーチミンは巨大な河川がいくつも流れてて、その一つの河口へ向かってね、下っていくフェリーになると思う。多分ね、あそこに止まってる船に乗ることになります。船着き場。でもこじんまりしてる。フェリーっていうよりかはほんと高速船って感じだな。シンチャオ、ブンタウ、カモン、ここで合ってそう。バックダウンスピードフェリーターミナルって書いてある。これはね、通称グリーンラインっていうらしくて、ブンタウに行くにはこのグリーンラインに乗れってね、
教えてもらったから。しんちゃお。Hello, I want to go to Buntao with my bicycle. じゃあね、ちょうどそこにハイランドコーヒーあるから、朝ごはんまだ食べてないんで、甘いコーヒーと軽食を食べようかな。ちなみにチケットは1人320、1800円、2000円弱。で、自転車が多分、100ぐらいかかるんだけど、船に乗ってから払ってって言われたから、多分そこで払うと思う。木下ゆりなって名前書いてあるね。パスポートを渡したから、そこで名前バババって入ったんだ。今ね、修理してくれる方がめちゃくちゃ親切で、とりあえず船着いたら、近くの自転車屋さんに行けっていう指示が来て、近くの自転車屋さん、ほんとフェリーターミナルから近そうで、今、Google で見たら100メートルぐらいしかないです。フェリー乗ります。やっと旅が始まった感じ。ホーチミンに帰ってくるのは22日なんで、今日何日だ ?5 日。17日後。2%。bicycle. 200 bicycle? 200. Ah, okay. Okay. Come on. 乗り込みます。Đây là 1, đây là 2. Rồi, ok. ここここだった。乗船して、そこから2時間。でもなんか、陸路を調べたときに130キロぐらいあったんだよね。2時間。早くない？船大丈夫？時速60キロ。時速60キロになる。時速60キロなんだけど。シートベルトはないです。ない。シートベルトない。川を下流へ進んで河口まで行くから揺れないんじゃないかなと予想してるけど。フェリーのね、出発と同時に、この、グリーンラインっていうね、フェリーの名前が書いてあるお手拭きと、ちっちゃいボトルの水と、あとこれ、お菓子くれた、バカウケみたいなせんべいだけど、エビの味するな。エビのマヨネーズ炒めみたいな中華料理の。気づいたらもうね、ほぼ海だね、この川幅は。あと10分ぐらいでブンタウに到着。どんなところだろう。あ、もう海だね。うん。ここ到着。映ってるかわからないんですが、めちゃくちゃ揺れております。今こんな感じ。でもう少しで着きます。はい。では、さよなら、バイバイ。寝た。到着。はい、ブンタウの港に到着しました。このね、ベトナム国旗のあしらわれたグリーンラインに乗って降り立って、最後外海出てから揺れたからね、ちょっと船酔いの危機に瀕したけど、耐えた。船酔いしそうになった時は目を閉じることをお勧めします。視界が揺れると酔うからね。そしてなんかね、ホーチミンの市内より蒸し暑い気がする。海の匂いがするわ。でもちょっと宿を抑えたから、まずそこまで自転車またテケテケ押していって、宿に荷物を置きます。お、来た。お、カモン。目玉焼き、ステーキ、卵焼き、野菜が入ったワンプレートと、なんか具沢山の野菜スープみたいなやつ。なんかね、ベトナムのご飯は全部ご飯が進む味付けなんだよ。タレは甘酸っぱ辛い。はい。美味しいです。美味しい。お昼ご飯は、2人でバイムーイ70っていうことで35っていうのはね、ベトナムは金額の額がめちゃくちゃでかくて、下のねゼロ3つを省くんだよね。もういらないんじゃないかっていう、なくせばいいんじゃないかと思うんだけど、35っていう場合は35,000、35K ってよく書いてあって、でこれをね6倍すると、35を6倍すると日本の値段になるから、サブロ68の
5、6、30、210円くらいでした。はい。ということでお昼食べて、ちょっとね、時間潰して、今こうバスがいっぱい止まってるバスセンターみたいなところにいるんだけど、どういう段取りになってるかっていうと、自転車ね、この、フレームがばっくり割れてる自転車を修理できる職人さん、なんかね、Facebook の名前は、カーボンドクターみたいな名前の人なんだけど、その人のね、工場はここから40キロぐらい離れたところにあるんだよね。もう公共交通機関でなかなか難しい。正確にはあるんだけど、公共交通機関は。なぜなら、これからその公共交通機関、バスだね。その人の家に向かって走り出すと。そこに、おそらく、ちょっとね、正確なことはっきり分かってないんだけど、おそらくそこに、この自転車だけ乗ってって、その修理屋さんは、俺の自転車だけをそこで受け取る。2日間かけて直してくれるらしい。で、またバスにこの自転車だけが乗って帰ってくるんだと思ってんだよね、俺は。ちなみにね、すごいことに、もうようこそベトナムへと、よく自転車で旅してくれたということで、コーチにはただって言われてんだよ、今。申し訳ないなと思ってんだけど。あ、電話してる。やばい。本当に、これ、運転手さんに話をつけてくれたのかな。このバスでどうやら俺の自転車は運ばれていくみたいで、修理屋さんが多分バスの運転手のチュンさんに話をつけてくれてて、今多分彼にこのバイクを引き渡すんだと思う。チンチャオ。チュンさん。Yes, it's me. カムーン。ありがとうございます。カムーン、カムーンアップ。無事に。無事に。ありがとう。手元を離れました、バイクが。大丈夫かな？大丈夫でしょう。これから多分、あのバスにはお客さんが乗って、俺の自転車と一緒に出かけていくんだと思います。ただ明らかに、そのバス運転手のチュンさんは、俺のために来てくれた、今。大丈夫って言ってたから大丈夫でしょう。もうね、このベトナム旅も、頼れる人に全力で頼ることによって俺はなんとか成り立ってるから、今。もう頼るしかない。はい。ということで、まあ、ここまでね、たくさんの人にお世話になって、連絡くれた方、本当ありがとうございました。東南アジアにね、知り合いがたくさんいる新一さん宛てに、ホーチミン在住のね、日本人の方紹介してもらったりとか、あと AK さんにはね、ベトナムの知り合いの方紹介してもらって、昨日一緒に晩ご飯まで連れてってもらってね、なんか困ったことあったら連絡しろってすごい相談聞いてもらったりとか、あと、フレームのね、替えフレームをハンドキャリーしますって言ってくれた方とか、日本から、もう本当にね、たくさんの人が声かけてくれて、あとは昔ね、ビクトワールとか、エルドラドでね、走ったこともあるスペイン人選手のね、ハビエルが、今、ホーチミンでね、自転車屋さんやってて、ハビエルが今回のね、職人さんを見つけてくれて、130キロあるから無理だと思ったんだけど、フェリーが出てるとかね、教えてくれたんだよね。それで、もうダメ元でその職人さんに連絡取ったらめちゃくちゃいい人で、今みたいにね、バスの運転手さんに話つけててくれてて、で、バスで送れば、修理して、多分またバスに乗って自転車だけ帰ってくると思うんだけど、そんなことできると思うんだけど、今、実際、半分はできた。これからあと何が起きるかわかんないけど、もう、俺にできることは、あと受け取ることぐらい。だから、明日丸一日修理に自転車出ると思うけど、明後日ね、無事帰ってくることを願って、そして自転車旅続けられるっていうか始められるかなことをね、願って、ドタバタのね、自転車バイク修理編って言っていいかな終わりたいと思います。それでは、今回も動画のご視聴ありがとうございました。まだまだね、ベトナム旅は序盤の序盤っていうか自転車旅は始まってすらいない。今後のね、ベトナム旅も楽しみにしていてください。それでは、この辺で、さよなら。バイバイ。カモンラッキューカモン。本当にありがとうみんな。